番防具の中ではい洗いたいっていうニーズが多いのって綿かコテか。綿とコテ大体比率的に、同じぐらいの数ですかね。コテの方が若干多いぐらいかな。若干ですね。でもドートタレはそんなにないかな。それが結構タレも結構多いんですよね。そうですか。はい、比率から言うと332ぐらいの割合でタレ。結構タレも来るんですよね、意外と。はい、やってる僕らから多分やってるとタレはまあ大丈夫かなっていうイメージあるじゃないですか。肌に直接触れてないしみたいな。意外とタレも多いですね。はい、やってみたらタレも意外とやっぱ気にするんだなっていう。これちょっとこれ映っちゃうとまずいんだよね。タレはもうほぼほぼここの帯の部分というか腹に当たる部分、それでやっぱりジャージ剣道着てる子たち結構ここに汗がついているので、もうこれタレって綿とかコテと違って赤というか皮脂が直接ついてるわけじゃないんで、目立たないんですけども意外と汚れてるみたいな。目には見えないんだけど意外と汚れてるねっていう感じなんですよね。袴越しに浸透してるという。だから皮脂分はそんなないんですけども汗分結構浸透してるんだなっていうのは。でやっぱり石鹸水をこの部分を振ってあげて、そうですね。表部分はこれ人の癖によるんですけど、こうやって触ると意外と今度ご自分の見てみると意外とちょっと色変わりしてたり意外とねここ皮脂がついてたりするんですよね。はいはい。あとそうですね。結構触りますね。結構そう注意してみるとその汚れの具合が分かるんですけども、まあ一般的に見てると変わんないかなっていう感じですかね。でこの子供たち結構ねここにドリンクがこぼしてて、その名札の色がここにビャーとかなんか跡がついてるじゃないのがあったりあるんですね。アミノ酸とかはそう結構スポーツドリンク入ってるのあれちょっと染料に悪さするというか変色につながってきたりするんで、それがなんとなくなんかジュースこぼしたのかなっていう。でもそれも石鹸水でビューッとかけてあげて、同じですね。これも紐はどうですか？紐もほどいてあげて、紐結構腰の周りもついてるんで、そこは紐の部分はブラッシングしてあげても、たわしとかでこすってあげてもいいですね。石鹸水軽く中性の石鹸水振ってあげてっていう。あとはこれジュブジュブっと入れてあげて、同じですね。コテとか綿と同じで気泡が出るのにそうですね。で終わったらば今度もうすすぎ、ちょっと汚れてるとこあればスポンジで泡立てで軽く撫でてあげて。揉んだりとかっていうことまでやることは必要はないんですか？ないですね。はいはい。さっきのコテのこの辺は洗いながら浸透してるんで、汗の部分がこうもみもみしながらどんどん水流してあげて出してあげるっていう、コテの部分だけはですね。あとは揉んだりはしなくて大丈夫、十分かなっていう。する必要がないって感じ。そうですね。食べこぼしとかと違って、例えば食べこぼしの油だとか、そうなんですよ。もう皮脂と塩分なので、さっきつけて、その石鹸水が染み込みさえすれば、そうです。もうそこからこう出ていく作用さえ促してあげれば、もう十分きれいになるなという。タレとかだと特に僕も商談審査の時とかに、今はどうかわかんないんですけど、昔チョークかなんかやって、チョークね。今だね。もうしばらく落ちないみたいな。そうですね。こうバンバン叩いて落とす。あれもやっぱり軽くですよ。シュシュシュってやってあげてつけてあげるともう浮いてくるので、もうこういうので軽くこう混ぜてあげると。でこれもバランスよくこうタオルでくるんであげて、脱水やっぱり1分脱水して火加減。そうですね。スポンジとその後こちらでたわしみたいなブラシですブラシですね。っていうのでいうとどちらの方がいいんですか？スポンジですね。スポンジの方がいいですか？変なしこう顎の部分だとか、この頬の部分に皮脂がこうべっとりついちゃってる時にちょっと軽くさっさっとこう取って、やっぱりちょっと石鹸をつけてあげて取ってあげる
ぐらい。ブラシを強くやりすぎて傷めちゃうっていうのもあるんです擦れちゃうと発火って言ってその繊維がこう折り込んだ繊維がこう小さなもやもや出てきちゃうんですよね。そう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 。そうすると白く見えちゃう。色は取れてなくてもその繊維がこう立っちゃうっていうこう出しちゃうみたいな毛羽立ちみたいな感じで、ね、そうすると白く見えちゃうんです。発火現象が起きちゃうので、そうするといけないのでスポンジの方が、ただ汚れをちょっときついなと思う時だけ少し歯ブラシみたいなものでもいいし、たわしでもいいんで軽くさっさとこう取り除いてあげる。その時も水をじゃんじゃんかけてあげるとどんどん流れていくんで、こう逆にこう汚れてるのをまたこすって中に入れちゃうのがちょっとこう怖いので、水をかけながらどん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 流し込んであげるっていう、もう流すって感じですよね。水量を使って流してあげるっていう感じ。それが一番匂いの元も取れるし、汚れの部分も再付着しないでどんどん流した。干し方ってどうしたんですか？もうこれタレはもうこういう感じで干したい。あ、洗濯バサミ。それはバサミでもいいですしね。はいはい、形が崩れない程度にこう。で紐はダラーンとしてですね。はい。で紐の部分だけは最後アイロンかけてあげれば綺麗に締まる時の収まりがいいというか、ギュッと締まる。これはこう吊るすっていう。そうですね。はい。はい。例えばコテだったらどうですか？置いてあった方がいいですか？いややっぱりね。こう吊るしていた方がいい。そうですね。こうですね。はい。まあこっちでもいいのかもしれないけど、こう水分がどんどんこう溜まってきてるようなイメージがあったんですけど、はい、そんなことないかな。うん、これでもいいし、まあこっち側にこう入れてあげて乾かしてあげても、要は風が一番入りやすければ、風が一番入りやすければどういう向きでもいいのかなっていう。そうですね。なんかこの辺洗濯バサミで挟んで挟んでもいいし、はい。あ、そうです。こうもう変な話、こういうハンガーがあれば、これでもいいですよね。あ、左右こっちでもいいですし、本当ですね。こういう形でも問題ないのかな。一番わかります。反対側も同じ。そう、はい、そう。こういう感じで干してあげても全然問題ないですね。こんな感じで。これが上向いてても乾燥の部分に関してはやっぱこうなっちゃうのかな。こういう感じで干してあげればいいね。胴はさすがにそんなに。胴も結構胸のあたりとか。そうですね。はい。結構ね胸の内側